どうも、クーピーチャンネルです。今、日本海最大の島、佐渡島の西側にある愛川無料市営駐車場にいます。小木港からスタートして1泊2日経ちました。この軽キャンピングカーに搭載された400ワットソーラーパネルとポータブルバッテリーだけで行く佐渡島オフグリッド車掌旅、残り3分の2です。昨日は雨や曇りだったけど、今日から天気回復するのでガンガン発電してくれると思います。今ポータブルバッテリーの残量は 100% です。容量は約 2600Wh です。今から佐渡島を北上し、佐渡島最北端を目指します。それでは安全運転で行ってきます。この辺は尖閣湾など絶景スポットが続くポイントです。岩が一つ一つ独特の形していて見とれてしまいます。もうほんとこの辺景色綺麗なんで、どこか海岸線の駐車場に寄ってお昼ご飯いただきます。あれ目の前に見えてる洞窟は昔の旧道ですね。すごい雰囲気あります。うわ、最高のロケーションですね。佐渡島はこういう海すぐ横の駐車場が本当多いんですよね。すぐ横にはトイレもあります。更衣室やシャワー室もありますんで、海水浴もできる場所なんですね。この公園は荒波で削られた面白い形の岩がたくさんあります。なんか鳥居みたいなのあって階段もあるんで中入りそうですね。反対側は漁港になっています。こっち側にもまた変わった面白い岩があります。さあ、この誰もいない駐車場で絶景を独り占めしてお昼ご飯いただきます。お昼ご飯なんですけど、スーパーで購入したヘジンモッコ、こちら食べています。ソーセージなんですけど、佐渡島の名物らしいです。もう単純に焼いてこのパンに挟んでホットドッグにします。いただきます。ごちそうさまでした。ホットドッグ3つとヘジンモッコのソーセージ2つだったんで、結構量多いかなと思ったんですけど、脂身が少なくてさっぱりしていたんでペロリと食べちゃいました。今回の昼食はもう洗い物なしですぐに移動できます。ウインナーカットした包丁だけウェットティッシュで拭いておきます。お昼ご飯食べてポータブルバッテリーの残量が 96% です。今ソーラーパネルからの充電はオフで止めてます。まだ少し薄い雲があって太陽隠れているんでガンガンには発電しないんですけど、200ワットちょっとは発電されると思います。なのでポータブルバッテリーすぐに満充電になると思います。満充電になったらポータブルバッテリーはもう充電されない仕組みなんですけど、昨日から 95% とか 90% 台から 100% の繰り返しなんで、あまり 100% までの充電を短期間で繰り返すのはリチウムバッテリーに良くない気がしますんで、今日はもうこのまま充電せずに今日の夜も電気消費してガツンと減ってから明日の朝日でがっつり充電したいと思います。ここから最北端まで1時間ぐらいです。ひたすら佐渡島の西側の海岸を北上します。もうこの先はコンビニも何もない手つかずの大自然です。外海部海岸と呼ばれ国定公園に指定された景勝地です。
はい、到着しました。ここの駐車場から歩いて行けるそうです。あ、マップありました。これですね。2つ目、これが佐渡島最北端です。すぐ近くに弾崎灯台というのがあるんですけど、これもサイトによっては最北端と案内されていましたが、歩いて入るのは難しそうなんで、この2つ目を最北端として今回行きたいと思います。うわ、すごい。キャンプ場もあります。うわー、すごい。本当に2つの亀のようです。沖ノ島と磯の島、2つの亀がうずくまっているように見える島。満潮時は道がなくなるようです。海水の透明度は佐渡島随一だそうです。本当に絶景ですね。せっかく最北端に来たんで、記念にここでジャンプしておきます。さあ行きます。佐渡島最北端。もう悔いはないです。佐渡島最南端、最西端、最北端来ましたんで、あとは最東端ですね。今日は間もなく日没なんで明日行きます。はい、それではここからは南下していきます。佐渡島の東側を回っていきます。南下していって真ん中ぐらいまで行くと島唯一の道の駅があります。暗くなる前にそこまで行けたらいいんですけど、こんな最北端付近にも民家や小学校がありました。同じ日本でも知らない世界がこんなにもあるんですね。ここに住むとどんな世界が待っているんでしょうか。とても興味あります。なんとか真っ暗になる前に到着しました。さすが佐渡島、コンパクトな島ですね。まもなく道の駅なんですけど、その前にスーパー寄っときます。道の駅のショップがもう閉まってますんで、すぐ近くのスーパーに来ました。すごいローカルな感じでいい感じですね。地元の食材が売ってそうです。うわ、佐渡産のタイが並んでいます。あ、こっちは大きいヒラメですね。あ、こっちはもう切り身になっている魚が売っています。佐渡はタイも有名なんですね。やっぱり当たりでした。地元産の美味しい魚が安く売っていました。やっぱり冷蔵庫あるとこの刺身いただけるんで本当嬉しいですね。今回家へのお土産用などいろいろ買ったのでパンパンです。でも大活躍してくれました。9リッタータイプのコンパクトな車載冷蔵庫を持ってるんですけど、あれはあれですごいコンパクトに収まるんで便利なんですけど、やっぱり15リッターぐらいあると食材の大きさも気にせずそのまま入れれますんで、車中飯の幅がぐっと広がります。はい、ここですね。到着しました。あ、キャンピングカーもいますね。道の駅の施設はかなり向こうになります。こちら側の広い駐車場は臨時駐車場のようです。今日は空いてたんでこの一番端に止めました。あちら側なんですけど、もう真っ暗で何も見えないですけど海があります。この辺は大きい漁港があるようです。キャンピングカーとトレーラー、あとは普通車でも車中泊されている方が何組かいらっしゃいました。ここが道の駅の建物です。佐渡の風景の写真展などが行われているようです。明日の朝やっていたみたいですね。この建物のすぐ横はもう海です。なんか見た感じ中も入れないんでトイレがないですね。こっち側でもないですね。ありました。あの端にトイレのマークあります。こんなところにトイレの入り口ありました。暗いんですけど、電気つきましたね。動くと奥の電気がどんどんついていきます。後でこちら利用させていただきます。トイレのすぐ前にはピンクの電話があります。珍しいですね。トイレのすぐ外は街灯があるんであまり怖さは感じません。こっちの街中民家の方を歩いていったら10分ぐらいで温泉あるようなんですが、さっき Google マップ確認したら休みって書いてたんで今日はもうお風呂やめてきます。それでは車内でくつろぎます。
今日の車中飯なんですけど、先ほどスーパーで新鮮な魚買いました。佐渡産のタイとヒラメです。今日はこちらを使って焼きラーメンを作ります。これ佐渡の方が見たら怒ってしまうかもしれませんね。まずは魚の味そのものを知るために刺身で少しいただきます。この肉厚、大きさ、タイこんなに大きいんですね、佐渡さんは。じゃあもうこのまま贅沢に醤油かけてわさびでいただきます。まずはタイからいただきます。うわ、これは美味しいです。新鮮なんで少し歯ごたえもあって、噛めば噛むほどタイのうまみが味わえます。うわ、ヒラメも美味しいです。これなんか脂乗ってるんですけど、さっぱりしていてなんぼでもいけそうです。さあ、それではこちらで焼きラーメン作っていきます。ヒラメの方は明日の朝まだいただきます。今回はタイを使ってタイの焼きラーメン作ります。いや、美味しそうにできました。かなり豪華なラーメンですね。それではタイをほぐしていただきます。ごちそうさまでした。今タンクのお水使えないんで、洗い物するやつはウエットティッシュで拭いていきます。包丁とかは油ついてますんで、このアルカリ電解水かけておきます。はい、ポータブルバッテリーの残量は現在 85% です。明日の朝、日が昇ってからソーラーパネルから充電します。歯磨きはもうこの飲む用の水、こちら使って少ない水でやっていきます。やっぱりこの常設ベッドのレイアウト最高ですね。すぐに眠れます。自分がもし軽キャンピングカーやキャンピングカーを作るとしたら、常設ベッドは絶対に作ります。そしてこの常設ベッドの下の分割マット、この収納ですね、これもかなり便利です。なのでこちらも絶対に導入すると思います。今日で佐渡島泊まるの最後です。明日5時のカーフェリーで島を出ます。やっぱり楽しい時間は一瞬ですね。
今日の最北端の景色が脳裏に焼き付いています。真っ暗な素掘りのトンネルに荒波に削られた巨大な岩、そしてその周辺にある集落、見たことない景色にワクワクしました。おっさんになってもまだこんな楽しいことあるんですね。場所があればどこでも安全に寝られるキャンピングカーのおかげです。明日は南部の手つかずの自然が残るルートを走ります。どんな景色なのか楽しみで仕方ありません。おはようございます。今日は快晴です。佐渡島旅3日目にしてようやく晴れました。今温度計確認したら車内が24度とかなり暑くなってきました。窓開けて換気扇回して空気入れ替えます。冷たい海風が入ってきて気持ちいいです。すぐ横の道はなんか幹線道路のようで頻繁に車が通ってます。そして工事もしてますね。なので寝る前はかなり静かだったんですけど、朝はかなり音がしました。自然の目覚ましですね。一旦冷水でほうじ茶いただいて目を覚まします。ここの周りどんな景色なんでしょうか。昨日到着した時は真っ暗で何も見えませんでした。ちょっと散歩してきます。その前に一旦片付けて朝ごはんも温めてきます。車内が少し暑いのと、この炊飯器の水蒸気出ますんで、もう換気扇は回したまま散歩行ってきます。うわ、最高のロケーションですね。向こうは海です。後ろは旅館や古い家など少し下町の雰囲気がします。すぐ横には大きい山もあります。こういった自然と街並みがコンパクトに凝縮されてますね。ここが島佐渡島なんだと改めて実感しました。向こうの海の港の方行っています。でその後道の駅も寄ってみます。カモメの音が聞こえます。それにしてもすごい快晴ですね。今日はよく空が発生しそうです。やっぱり透明度高いからなんですかね。海の中の魚が見えます。こういった漁港のすぐ隣の道の駅って珍しいですね。あそこにはフェリーも見えます。あれは新潟市内に行くカーフェリーです。ここの場所は佐渡島の真ん中あたりですごい栄えてますんで、佐渡島の街中を観光するならこっちのフェリーの方が使い勝手良さそうです。そして向こうが少し山になっているのが佐渡島の南部の方ですね。今日はあっこの海岸線沿いずっと走って東部の最東端に行って、そしてスタートして南部の小木港へ向かいます。この漁港の地面割れています。これももしかしたら能登半島地震の影響ですかね。それでは道の駅のショップ寄ってお土産買ってきます。特にお土産屋さんとかはないようです。ここに佐渡市自転車での一周のコース書いています。今回途中自転車もたくさん見ました。すごい気持ちよさそうでした。走行距離 202.5 キロ、獲得標高2218。そうなんです。かなり高低差あったんですね。平坦なように見えてかなり起伏ありましたんで、自転車は景色いいんですけどきついコースだと思います。佐渡の四季の写真展があるようなんでそれ見ていきます。なんと入場無料でした。佐渡の各地の絶景ポイントが収められていましたんで、まずここの道の駅寄って行きたいスポットを探すのもいいかもしれません。それでは車内戻ってサクッと朝ごはんいただきます。はい、ご飯も温まってますね。おかずなんですけど、昨日余ったヒラメと、あと佐渡産のイワシ、こちらも焼いていきます。
結構豪華な食事になりました。それでは醤油ちょっとかけていただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。それでは出発の準備していきます。アルミホイル破けてないですね。もうこのままウェットティッシュで拭いたらいけそうです。はい、あとは換気扇を切って、このちょっとだけ上げたポップアップ下げれば出発できます。朝食の調理も終わって、ポータブルバッテリーの残量が現在 77% です。それではこのソーラーパネルからの配線が現在オフになっていて、でこっち側にしたらポータブルバッテリーにつながります。これで充電します。外は快晴です。それで今現在発電が 256W です。まあまあ発電されてるんですけど、これ今ソーラーパネル触ると結構熱くなってます。熱を持ちすぎるとソーラー発電の発電量が下がってしまいます。でこれ走行すると走行風で冷やされてかなり発電効率が上がります。なので 300W は超えると思います。佐渡島一周、残りは斉藤丹のみです。今がここで斉藤丹がこの辺ですね。あとはこの南部の方に進んでいってフェリーに乗ります。斉藤丹の場所なんですけど、この一番東のところ、ここにですね、この片島弁天という一枚岩の場所があるみたいです。ここが一番東っぽいんで、ここを斉藤丹として目指します。 iPod 佐藤さん、ありがとうございました。それでは安全運転で再出発します。いや、今日はめちゃくちゃ気持ちいいです。佐渡島の海はすごい遠浅なんで、海が青いんですよね。より一層綺麗に見えます。今回海岸線をずっと走ってるんですけど、もう全然飽きないですね。北海道のような一直線が延々と続きます。道路沿いにちょうどいい駐車場ありました。ソーラーパネルがよく見えますね。すごい綺麗な砂浜になっていて、遊歩道みたいに歩けるようになってます。これが片島弁天ですね。近くで見るとすごい迫力です。デイサイトと呼ばれる岩石できた一枚岩だそうです。階段もあるんですけど、上上がれるんですかね。はい、真下まで来ました。鳥居があって、なんかパワースポットのようですね。この辺は国の天然記念物トキですね、住んでいたようです。そして国内最後の野生のトキがこの辺で生息していたようです。せっかくなんでちょっと上がってみます。階段はしっかりあるんで登りやすいです。でも見たことないような急斜面です。これかなりきついですね。うわー、怖っ。下見ると上がっていたの後悔します。でも景色は絶景です。いや、これは登ってみる価値ありますね。でもまだある。ここが頂上のようです。すごい神秘的な建物です。一番上まで来ると木が覆いかぶさっていて、景色はあまり見えないですね。途中が一番怖かったです。さあ、ここが佐渡島の最東端ということで、最南端、最西端、最北端、最東端、すべて制覇しました。
はい、お邪魔しました。それでは下っていきます。ちょっと記念にジャンプしようかと思ったんですけど、すごい神聖な場所だったんでやめときました。いやー、しかしこんな断崖絶壁で急な場所まで階段と手すりを作ってしまう人間ってすごいですね。はい、ありがとうございました。いい運動になりました。高所恐怖症の方はやめといた方がいいと思います。さあ、ここからずっと南部の方へ向かいます。ここから先は北部のようにコンビニも何もない大自然の中を走行します。どんな道か楽しみです。しばらく走行して景色が良くて車止めるとこあったらそこでお昼ご飯いただきます。なんかこの島の南部なんですけど、すごい淡路島と似てます。淡路島も右手に山があって左手に海がずっと続きます。そして何より人が少ないですね。四国の南部もそうですね。時折民家が現れます。日本の島の南部は共通点があるような気がします。うわー、ここすごいな。なんかテーマパークのようなトンネルでした。ここちょっと面白そうですね。赤泊港という港がありました。歴史のありそうな港です。すごい。これはもう完全に江戸時代ですね。赤泊御番所。江戸時代はここが佐渡島の入り口の港だったんですね。当時はこんな感じ、こんな姿で番所の役人の方がいらっしゃったんですね。この港横の公園でお昼ご飯いただきます。現在ソーラーパネルなんですけど、240ワット発生していて、ポータルバッテリー残量なんともう 99% になりました。約2時間半ぐらい走行しました。ポータルバッテリー残量 77% から 99%、22% 増えました。ポータルバッテリー容量は約 2600Wh です。ソーラーパネルは走行しなくても発電するんで、これだったらもう永遠に食べていきますね。車内ちょっと暑いんで換気しておきます。お昼頃なんですけど、昨日スーパーでこの佐渡産の天然ブリフライ、これ買ってきました。これでパンに挟んでブリフライサンド作ります。フライパンでこちら温めていきます。簡単ですがすごい美味しそうなパンになりました。それではいただきます。ごちそうさまでした。結構ボリュームあったんでお腹いっぱいになりました。ブリなんですけど、魚自体に味がしっかりついているので、白身魚フライのフィッシュバーガーより濃厚な味わいで美味しかったです。ポータブルバッテリーはもう 99% にまたすぐ戻ってます。充電はもう切っておきます。ここからもう少し南下するとスタートの地小木港です。最後まで佐渡島の景色楽しんでいきます。スタートの地小木港到着しました。これで佐渡島一周車着旅達成です。走行距離は約280キロ。自分は今回の旅富山県スタートなんで、富山戻るまで帰りのカーフェリーも旅のうちです。
なんか佐渡島で美味しいものばかり食べているとジャンキーなもの食べたくなります。素朴なものですよね。特にフェリーの中にあるカップヌードル、なぜか異様に美味しいんですよね。帰りのフェリーはですね、乗車30分前でいいようです。ちょっと休憩してから乗船します。はい、フェリーのとこ到着しました。自転車も行きましたね。自転車も車両扱いのようです。自分の番来ました。それでは乗船します。腕に入ります。乗船完了しました。今回ギリギリ30分前に入りましたので、自分が一番最後だったようです。もう出港するようですね。それでは向かい2時間半ゆっくりします。今日は2等室のこの雑魚寝ではなくて1500円ぐらいアップだったんですけど、1等室の指定席取りました。ここですね。入ってみます。とりあえず海見ながらカップヌードルをいただきます。やっぱこういう時はノーマルですよね。ここいいですね。ここで海見ながら食べましょう。いただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しい。この海見ながら見るカップヌードルたまりません。佐渡島が見えなくなってきました。このカップヌードルをいただきながら佐渡島の旅をかみしめます。ごちそうさまでした。夕日がすごい綺麗ですね。この海面に夕日のラインが一直線で映っていてすごい綺麗です。行きは風が強くて長時間外におれなかったんですけど、今日は風も穏やかですごい気持ちいいです。それでは中に入って少し仮眠します。無事直江津港まで戻ってまいりました。ここから本当のスタートの地富山県、まだ高速道路で2時間ぐらいかかります。でもフェリーでしっかり疲れ取れましたんで、このままノンストップで帰りたいと思います。はい、じゃあ高速道路入ります。北陸道は少し風が強くて小刻みに揺れますが、このぐらいだったら問題なく走行できます。それでは引き続き安全運転で走行します。出発の地富山県に戻ってきました。ここは高速道路の流れ杉パーキングエリアです。走行距離495キロ。3日前の朝4時に出発して今夜の23時です。2泊3日で富山県から佐渡島へ一周して戻ってくることができました。今回の車旅はこのソーラーパネルとポータブルバッテリーでオフグリッド車中泊旅で挑みました。結果的には電気は余裕でした。ポータブルバッテリーは常に 100% 近い感じでした。天気最後の日は晴れだったんですけど、この400ワットのソーラーパネルのおかげで曇りでも100ワットぐらい発生しているのが心強かったです。100ワットというのはこの車のシガーソケットから走行中ポータブルバッテリー充電できるんですけど、そのぐらいの発電量になります。これが曇りでも無料で常に充電されるのは大きいですね。今後夏に DC12V クーラーを設置した場合、このシステムでどのぐらいいけるのかやってみたいです。今回トラブル的なのはこの水道ポンプの故障ですね。せっかく13リッターもの水持っていったんですけど、この富山県から佐渡島までただ単に水を運んで持って帰ってきただけになっちゃいました。今回佐渡島初めて行きました。車中泊旅の観点で佐渡島を見ると、島の西側は
これが島とすると、こっち側ですね。こっち側は車中泊スポットが多かったです。で、東側は少ない印象でした。道の駅は一つあるけど小さめなので、連休とかだったら車が止められない可能性があります。自分で Google マップを見て衛星写真なので開拓するのが楽しいと思います。トイレ付きの無料駐車場が多かったですね。ただ風が強い場所もあったので注意が必要です。自分的には島にクマがいないので安心でした。猿とか鹿とか野生の動物も見ませんでした。これはたまたまでしょうか。人間に危害を加える野生の動物いないだけで本当に安心です。車中泊スポットは偏僻なところが多いので、個人的にはとても気になるポイントです。道路自体はきれいに整備されていて走りやすかったです。ただ一周するなら細い道もありました。なのでできるだけコンパクトな車の方が楽だと思います。そして島を回っていて感じたことは、手つかずの自然が残る場所や限界集落が近くで見られるので冒険感が強く刺激的で、海岸線をずっと走っていたんですけど全く飽きませんでした。その村独自のしきたりなどもあり面白かったです。本当時間の流れが違いました。止まっているようにゆったりと過ごせます。全く違う人生を疑似体験できたような感覚で、自分がもしここに住んでいたらなとか想像すると感慨深かったです。またこのような島巡り車中泊シリーズやっていきたいです。過去に回った四国や瀬戸内海の島は概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方よかったらチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。